こんにちは。ジャパニーズラボ、ジャパラボへようこそ。浩平です。今日は女子の話をします。皆さんに質問です。友達と食堂でご飯を食べています。この状況を説明する文章は A と B どちらが正しいでしょうか？食堂にご飯を食べています。食堂にご飯を食べています。食堂でご飯を食べています。食堂でご飯を食べています。正解は B の食堂でご飯を食べていますという文です。しかし、私も学校で日本語を教えていますが、非常に多くの学習者が A の食堂にという間違いをしてしまいます。これはなぜなのか。今日はその話をしていきます。食堂に行くは2なのに、食堂で食べるはで、にとでは場所を表すのに何が違うのか。ね。今日はこの話をしていきます。実はこのなぜを解くためのシンプルな強力な方法があります。それは写真か動画かの違いです。ちょっとイメージしにくいかもしれませんが、この助詞のイメージを作ることで簡単に見分けて使い分けることができる。今日はこのビデオを通してにとでの使い方を覚えて、より自然な日本語を身につけていってもらいたいなと思います。早速、一番大切なことから説明していきます。皆さんが説明したいものが時間が止まった写真のようなものならに、動きのある動画のようなものならでを使ってください。どういうことか。まずはに。これは動いていない。つまり写真を撮るような助詞なんですね。いるとかあるのような存在を表す動詞と非常に仲がいいんですね。公園に木があります。公園に木があります。ベンチの上に猫がいます。ベンチの上に猫がいます。場所はそのものや人、動物のようなものが存在するためのポイントとして捉えられています。これが2の意味です。なので、何かが動いたりはしていないんですね。ね、写真をそのまま説明しているような印象。次に、で、これは動きのある活動。つまり、動画を撮っているような助詞なんですよ。する、食べる、勉強する、など、一瞬で終わるものではなく、長い時間かけてずっと動いているようなもの。ね。動作動詞と言いますが、そういった動詞と一緒に使われることが多い。公園で子供たちがサッカーをしています。公園で子供たちがサッカーをしています。犬が公園で走り回っています。犬が公園で走り回っています。この場所は動作が行われるステージのようなものとして捉えられています。これがでの意味です。写真のに、動画ので。どうでしょうか？すごくシンプルでわかりやすいですよね。では、なぜ多くの学習者が最初に話したように食堂に食べるという間違いをしてしまうのか？これはに目的地の意味があるからなんですね。皆さんは日本語を勉強する一番最初にこう習うと思います。食堂に行きます。食堂に行きます。この時、私たちの頭の中には、にというのは目的地、場所というルールを強く持つんですよね。問題はその後なんです。実際、食堂に行くのは何をしに行くのかっていうのは食べることですよね。食堂に着きました。ここで私たちの行動の目的は到着すること。食堂に行くことから食事をすることに変わるんですね。つまり、目的地の話は終わって、新しい動作が始まると。ここでにとでが切り替えられるかどうかなんですね。私たちは一番最初に食堂にと覚えてしまうので、目的地か動作をする場所かではなくて、食堂イコールになんだと思ってしまうわけですよ。この食堂イコール目的地
というのを忘れないようにして、でを使うときは動作をする場所、ね、移動をする場所ではなくて、そこで行われる動作を説明するときの場所に使われるんだというのが非常に大切なポイントで、これがわからないと、にとでの違いがずっとわからない。にも場所でしょ？でも場所だよ。どうするの？何が違うの？ってなってしまうわけですね。つまり、存在を表す場合はに、写真ですよね。動作を表す場合はで、これは動画ですよね。目的地を表す場合はに。これが非常に大切なポイントです。ここからは上級編です。少し難しくなります。動詞があるの時だけ、にとでは違う意味を持ちます。これは主語が具体的なものなのか、抽象的なイベントなのかによって変わるんですね。二つの文章を読みます。同じ場所、同じ動詞なんですが、助詞が違います。大学に図書館があります。大学に図書館があります。大学で試験があります。大学で試験があります。何が違うのか。これも写真と動画、この考え方で考えると簡単なんですね。一つ目の図書館は建物ですよね。つまり物です。存在を説明しているので、これは動かないものとして写真と捉えることができます。そのためにを使っている。一方で、二つ目の試験というのは、建物じゃないですよね。場所でもないし、物でもない。これはことなんです。イベント。つまり、試験が行われているという動画をイメージしているので、ここではでを使うんですね。もう一つ、例文を見てみましょう。舞台という単語を使ってみます。屋上に舞台があります。屋上に舞台があります。これはどうですか？舞台、つまりステージが場所として屋上に存在する。それだけですよね。屋上に行ったら舞台がある。それだけなんです。次。屋上で舞台があります。屋上で舞台があります。この舞台は場所ではないです。ものではなく、イベントとしての舞台ですね。コンサート、舞台、など、イベントが開催されているという、この舞台ではなくて、実際に行われている舞台をイメージしているので、でを使うと。助詞が一つ変わると、頭の中のイメージの景色が全然違う。これが日本語の面白さかもしれないですね。もう一つ、でが持っている強力な機能をご紹介しようと思います。これは比較をしたり選択をするための範囲を表すためのでです。果物の中でリンゴが一番好きです。果物の中でリンゴが一番好きです。もう場所ではなくなりましたね。これはもの、ジャンルになります。グループです。特に一番というものを表すときに使うことが多いですね。このでは物理的な場所を示しているのではなく、果物などの概念的なグループを作って、その中で一番は何かっていうものを選ぶ。それをしているのがこのでの役割。なので今まで勉強したでっていうのは物理的な場所ですよね。そうじゃなくて頭の中にある何かのグループというものもで範囲として捉えることができるんですね。これが結構間違いやすい。なぜかというと、今果物で表したから分かりやすいんですが、これをじゃあクラスでといった場合どうでしょう？クラスに生徒が30人います。クラスに生徒が30人います。これはもう場所ですよね。クラスで一番かっこいいのは山田さんです。クラスで一番かっこいいのは山田さんです。このクラスは場所ではなくて、この30人のグループというものを表しているんですね。直接場所を表すのか、概念としてのグループを表すのか。これでにとでの意味が全く変わってくる。もう一度言いますが、この意味でのでを使うときは、
一番何々なのは、みたいに、一番という言葉を使います。これは気をつけてください。今日勉強したこの違いを覚えて使い分けることができたら、すごく自然で、すごく丁寧な日本語を使えるようになると思います。私が学習者と話している時も、やっぱり、に、で、これはね、よく間違えるなと思うんですね。ここを間違えずにしっかりと使い分ける。これができるだけで、今までとは全然違ったナチュラルで、自然で、すごくわかりやすい日本語を使うことができるようになるんじゃないかと思います。ということで、今日の宿題です。今日の宿題は、に、で、それぞれを使って例文を作ってください。にとでのそれぞれを使って例文をコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。書いてくれたら私がチェックしに行きますのでよろしくお願いします。それでは今日の動画が役に立った、なるほどと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録お願いします。ジャパニーズラボではこのように助詞だったり文法だったりいろいろな日本語から日本の文化とか日本人の考え方を学ぶことができる教科書を超えた日本語を学ぶことができるチャンネルになっています。ぜひ興味がある方は登録をお願いします。そして友達にもシェアしてもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。